ご視聴ありがとうございます。KK です。この動画では朝顔の描き方について私なりに説明したいと思います。斜め上から見た朝顔の形は楕円形です。その楕円形の部分を5つに分けます。花の中央は半円の下の部分の曲線を描くような感じです。楕円の花びらの下に細長い逆三角形を描くと朝顔の形になります。楕円を描き、中央の印をつけ、花びらを5等分し、細長い三角形を描き、額を描くと朝顔の形になります。では描いていきましょう。使う絵の具はパッションという紫色とダイソーで買ったアクリル絵の具の青です。筆は平筆の18を使って描いていきます。今回の朝顔の花は幅の広いサイドローディングで描いていきます。紙の上に描くのでサイドローディングした筆に水分を補給しながら描いていきます。筆を少しずつずらしながら色の出ている部分の幅を広くしているところです。花の色に変化をつけるために紫と青をミックスして使っていきます。紙の方を回転させながら描いていくと描きやすいと思います。色の違いがはっきり出てしまった場合は隣の花びらに色をのせてぼかしていきます。花びらの塗る順番はないので自分が塗りやすいなと思う場所から塗っていけば良いと思います。一つ一つ花びらの色が濃くなりすぎないように塗っていくことが大事です。またすでに塗ってしまった花びらの上に今塗っている色をのせ、穏やかにグラデーションを作っていきましょう。幅の広いサイドローディングのため筆の最後まで絵の具が回ってしまうのですが、薄く終わっていれば大丈夫です。楕円形の花びらの下の細長い逆三角形もサイドローディングで描いていきます。花の中央も半円の下の部分をなぞるようにサイドローディングしています。花びらの仕上げとしてサイドローディングした筆で花びらの中央に狭い幅で色を重ねています。5等分した花びらの真ん中にこのラインを入れることによって花びらの模様になっていきます。朝顔の大きく開いた様子がこのラインを入れることによって表現できるのではないかと思います。額の部分を描いていきます。ダブルローディングした平筆を立て S ストロークのようにして描いています。1つ目の朝顔が完成しました。2つ目の朝顔は白く星形に筋が入っている朝顔です。先ほど描いた朝顔で5等分にした線がありますが、その線を少し幅を持たせ白く抜いて描いていきます。2種類目の朝顔は紺色の感じを出したかったので青に少し黒を混ぜ紺色を作りました。色が強く出すぎないようにやはり今回も水分量が大事になってきます。2種類目の朝顔は白いラインがあるのでそこに筆がかからないように描いていくことが大事です。丁寧に色をのせていきましょう。
先ほどと同じように紙の方を動かして書いていくと書きやすいと思います。白いラインの部分を残し塗り終わった状態です。下の細い三角形の部分もサイドローディングで描いていきます。鼻の中央部分も先ほどと同じようにサイドロードで描いていきましょう。サイドローディングした筆で幅を狭く色を重ねているところです。額も先ほどと同じダブルローディングした筆で描いています。仕上げとして花びらの気になるところを微調整しているところです。花芯となる部分には筆のコーナーで取った色を置くようにして色をつけました。朝顔の葉は両脇に小さな葉っぱが出た3つに分かれた形です。今回はグリーンシーのワッシュでベースを塗りました。ダークフォリッジのサイドローディングで影の部分を入れています。ライナー筆で葉脈をさっさっさと軽く入れました。朝顔にはつるが出ているのでその部分もライナー筆で描いています。花のつぼみを描いていきます。サイドローディングした筆でつぼみのねじれた感じを表現していきます。下の部分はかすかに色をつけました。額は今までと同じダブルローディングで S ストロークをしています。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではトールペイントのテクニックを紹介していこうと思っています。チャンネル登録よろしくお願いします。感想やリクエストなどございましたらコメント欄で伝えていただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。